皆さんこんにちは、かくにんくんです。前回の投稿から大変時間が空いてしまいました。お久しぶりでございます。この間にもチャンネルの方に遊びに来ていただいた方とか、動画見ていただいたり、チャンネル登録していただいた方、本当にありがとうございます。で、今回は久しぶりに何をお話ししようかなというところなんですけれども、前回お出しさせていただいた動画にコメントをいただきまして、そちらなんですけども、大学の時に発症と伺いましたが、すぐに就職したのか、支障はなかったのか、奥様との結婚に至るまで聞きたいです。というようなご質問をいただいたので、こちらにご回答していこうかなと思います。少し時間が空いてしまったので、もしかすると今までの動画でお話しした内容っていうのも含まれてくるかと思いますけれども、そこをちょっとご了承いただければと思います。で、僕が発症したのは大学の時、学生の時なんですけれども、卒業したのが24の時なんですよね。で、その年に就活してすぐ就職をしました。その時に支障がなかったのかというと、まずはそもそも就職をする以前の問題で、就職活動がめちゃくちゃ大変でした。就職活動って皆さん多かれ少なかれ大変だと思うんですけれども、僕は大学がですね、地方だったんですよね。で、東京に出たりとか、都心に出たりっていうことをしようと思うと、例えば電車で3時間とか、そういうレベルで時間がかかったんですよね。その中で何が問題になったかというとですね、その当時僕は汚染脅迫ですね。何か人が触れたものに対して非常に恐怖を感じる。特に自分が何か病気にかかってしまうんじゃないかという恐怖が非常に強くてですね。ここまで話しといてなんなんですけど、もし自分の脅迫トリガーがありそうだなと思ったら、聞くのはちょっとやめた方がいいかもしれません。自分の体験談の話をするので、新しくもしかすると、あなたの脅迫トリガーを引いちゃう可能性があるので、そこはちょっと自己判断でお願いできればなと思います。はい。当時ですね、汚染恐怖がすごくって、基本的には物に触れないっていう状態だったんですよ。他人が触れるであろうものですね。触れられない。特に電車で言うと、つり革はもってのほかみたいな感じで、あとはとってもダメですし、あとは駅のホームにある椅子とか、電車内の椅子とかもダメだったんですよね、その当時。なので、何にも捕まらずに3時間とか4時間とか移動するっていうことをやってました。で、手持ちのカバンを、就活の時って持ってたんですけど、それを床に置くっていうこともできないので、そうすると、カバンが汚染されちゃって、そもそも家の中に持ち込めなくなっちゃうので、カバンを床に置くということもできずに、手すりにもつかまらず、つり革にもつかまらず、椅子にも座らず、なぜか立ってるみたいな、そういう謎のことをしてましたね。周りの人からしたらよっぽど変だったとは思いますけれども、僕はもう気が気じゃないという感じで、もちろんその手すりとかに触れられないっていうことは、人に直接触れるっていうのはもっとできないんですよ。なので、それにも細心の注意を払いながら移動してたという感じですね。田舎側は特に問題はないんですけれども、やっぱり都心側に近づくと、平日の昼間とかでもやっぱり多少電車混んでることってあるじゃないですか。そうなると、やっぱかなりストレスでしたね。なので、その就活の段階でかなりきつかったっていう思い出があります。就活そのものもきつかったんですけど、その移動がとにかくきつかったっていう思い出がありますね。で、当時なんとか、就職をして、最初の会社に入ったんですけれども、その時はどうでしょうね。強迫性障害自体は隠して生きていたので、周りから見たら、普通とまではいかないかもしれませんけれども、
綺麗好きっていうか潔癖症の人かなぐらいじゃないかなとは思うんですけれども、ドアノブとか触れなかったんで、なんかハンカチとかでドアノブを覆って開けたりしてたので、潔癖症なんみたいなことは、まあよく聞かれましたね。まあその時点で、お察しだったのかもしれないですね。もしかすると。そういったところでは、汚染恐怖は仕事上そこまで苦にならなかったかなというふうに思ってます。仕事に関しては、汚染恐怖よりもやっぱり確認脅迫がすごかったですね。メールが送れないとか、あとは自分がやった作業とかっていうのがちゃんと終わってるかどうかわからなくて何回も確認するとか、自分が出した書類、申請書とかあるじゃないですか。報告書とか申請書とか、あとはお客様に提出する書類とかがいろいろあると思うんですけど、そういうのを全部やり終わった後に本当にそれが終わってるのか、ちゃんとできているのかっていうのが気になって、またちょっと一回戻してもらって確認し直してみたいなのがきつかったなという覚えがありますね。それ今でもそうなんですけど、こういう動画とかを撮っていても何回も確認しないと出せないんですよね。そういうところは相変わらずかもしれないなというふうには思います。メールとかは特にそうなんですよね。社内メールとかだったら特に気にせず送っちゃえる時もあるんですけど、やっぱりお客さん相手で、その CC とか BCC、誰は CC で誰は BCC にしなきゃいけないみたいなのがあって、10人とか CC、BCC に入れるとかってなった時はもう大変ですね。もう確認が終わんない。初めの方を確認して終わる頃にはまた初めの方が不安になっちゃってっていうのですね。また初めに戻って確認するんだけど終わりの方になると初めの方が気になっちゃってみたいな。あとは継承様がちゃんとついてるかとか、そういうのがめちゃくちゃ確認しましたね。という意味では就職の段階でもかなり、辛かったは辛かったですね。だからといって、それで何かトラブルがあったかっていうと、そういうわけでもないんですけれども、逆にね、確認のしすぎでミスは少なかったかもしれない。確認のしすぎとは言われましたけどね。もし強迫性障害の存在を知ってる人であれば、僕のことを強迫性障害だな、この人と思って見てるでしょうね。けど一般的に知ってる人ってそんなにいるのかなっていう感じはしますね。その当時ですね。今はまだなんとなく知ってる人って増えてきた感じしますけれども、その当時って僕本人ですら全然知らなかったんですよ。20当時 5? 就職したのが24、5ぐらいの時で、強迫性障害という存在を知らなかったので、周りになんか言うとかも当然ないですよね。自分が知らないから。だから周りの人も知らない人が多かったんじゃないかなと思いますね。27、8の時に初めて強迫性障害という病気を聞いて、調べたらこれ俺じゃんってなって、気づいたっていうことなので、その当時知ってる人がどれだけいたのかなっていう感じではありますね。今でも理解してる人って多分あんまりいないんじゃないかなと思いますね。手洗いがやめられない病気ぐらいな感じですよね。やっぱ人事なんでしょうがないかなというふうには思いますけどね。はい。就職に関してはそんな感じです。支障はありましたけれども、自分の中では。それがミスにつながったり、トラブルにつながったりっていうのは記憶にないですね。はい。で、あと一個が奥様との結婚に至るまでということで、これはちょっと奥様も呼ばないとダメかな？はい。ということで、奥様との結婚に至るまでを聞きたいですということですね。ということで、奥さん、呼んできました。結婚に至るまで何がありましたっけ？出会いは職場ああ、の先輩後輩で、はいはい。で、はい、そうです。終わり？終わりです。ああ、はい。で、付き合って、割と付き合うまで早かったからね。はい。
半年ぐらい。いや、もっと早かったんじもっとゃないかな。早かったもっと早かった。はい。ということで、まあ割と早かった。その当時は僕の脅迫的なところはどういうふうに感じてた？自分の中では仕事とかで、なんか触れないとか、そう確認が多いとか、そういうのはいろいろあったんだけど、なんかそう、付き合う前とか、付き合ってから、なんかそういうの感じるところっていうのはあった。これも、まあ、もしかしたら前も話したかもしれないけどね。手洗いを、まあ、やたら時間かけるんだなって。いや、やたらってどんぐらい？私が、こう、ちょっと終わらせるタイプだから、洗わないもんね。石鹸つけて、つけないもんね。そうね。あなた。まあ今でこそね、手洗いはすごく徹底されるようになったけど、あの当時、手のひら洗って、指の間洗って、みたいな、その手順をすごく守ってて、こんなにしっかり手洗いするんだなっていう。まあ、脅迫とかは知らないからその程度かな。変だなって思った？いや、変っていうか、かなり綺麗好き。けど家汚かったもんね。そう、自分の身の回りというか、自分の体はすごく清潔にするのに、部屋は汚いんだ、みたいな。これね、多分、強迫性障害のあるあるじゃないかなっていう気もするんだけどね。なんかシャワーとかやたら入ったり、手とかめちゃくちゃ洗ったりするのに、家汚いみたいな。あ、それは、ごめんね。いい？どうぞ。やたらシャワー浴びる人だなって思った。私は、洗わないもんね。違うよ。夜一回お風呂入れば、それで終わり。まあ普通だよね。でも外出後に、シャワー浴びるんだ、みたいな。浴びてたね。それ今なくなったよね。今はない。まあけど当時そうだったんだ。まあけどそうだったかもな。だから私が病気の知識がないから、脅迫とは知らずに潔癖症なのかなっていう。なるほどね。で、潔癖症の人の割には、部屋は全然綺麗ではない。むしろゴミ屋敷だなっていう。ゴミ屋敷まで言う？そんなに？今はなんとなく知識があるからわかるけど、溜め込み症っていうのかな。強迫性障害の、まあ、関連症状って言われるやつね。レシートが、すんごくどうでもいいようなレシートまでいろいろ取ってあったり。はい。はい。まあ、空き缶が置きっぱなしなのは、それは違うかもしれないけど。あったね。ありとあらゆるゴミが並べてあるというか、置きっぱなしというか。捨てられないんだよね。それはやっぱり違和感。すごく違和感があったし、もう本当にゴミだらけ。自分のことは綺麗にするのに、こんなゴミ屋敷に住んでて、なんて言うんだろう、整合性がないというか、統一感がないというか、それは感じていたかな。そういうところが病的なのかもしれないね。ちぐはぐな感じを受けてました。潔癖症じゃないもんね、だってね、そこは。手洗いとか、まあそういうのを、なんて言うんだろう、あまり深く関わらずに見てると、まあ確かに潔癖症っぽく見えるけど、まあ家の中がゴミだらけだったり、まあ物が捨てられないとか、そういうこと、まあ物っていうかゴミ？そう、いらないものが捨てられない。人から見ればいらないもの。いや別にけど、ね、僕自身もいるものと思ってるわけではないんだけど、まあけど、溜め込み症の人の、気持ちは分からんではない。なるほど。けど、火事は怖いみたいな。それも脅迫で火事は怖いみたいなのはあった。まあそこに違和感を感じたわけだ。そうです。よく付き合ってたよね。そうだね。まあそこは。だから別に、ね、僕の家にいたよね、普通に。こっそりこっそり捨ててたの？捨ててた。ゴミ、明らかなゴミは捨ててました。缶とかね。そう、缶とか、なんかコンビニでちょっと買い物したレシートとか、かな。まあね、それぐらいの方がね、助かるっちゃ助かるけどね。自分でレシート捨てらんないからさ。まあレシート捨てらんないっていうのも脅迫があって、なんていうか、買った証拠？お金払った証拠みたいな。そうなんだ。そうがあって、なんか言われた時の証拠として、
取ってある。まあ、とにかく証拠はね、捨てたくないんだよねっていうのはある。まあ、けどよく付き合ってたよね。って思うわ。そうだね。まあ病気って知らなかったし、まあ本当に清潔好きなのかなって。いや、そのゴミ屋敷でゴミ屋敷は、まあ、その性格とかいう問題じゃなくて、生活習慣の問題だからああ、となるほどね。思ってた。で、ゴミを捨てようと思えば捨てられるのかと思ってた。ああ、なるほどね。ただ怠惰なのかなっていう。ああ、だらしのない人。そう。まあ確かにそういう人も、まあいるからね。だらしがなくて部屋が汚いっていう、そういう認識でした。男の人だったらね、特にね、まあ、ありがち。まあ、じゃあ、そんぐらいならいいかっていうそうですね。こと。そうです。ああ、なるほど。まあ、それで、まあ、とりあえず付き合って、結婚するってなった時に、特に抵抗なかった。まだ病気って分かってなかったよね。そうだっけ？ そうだっけ？ 10 年前ぐらいでしょ？で、脅迫は分かってたか。脅迫は分かってたと思う。でも結婚する時には割と普通だった。軽くなってあた。あ、一番軽い時期だったのかもしれないね。10年前ぐらいって。軽くなってたし、特にそこまで気にならない程度だったから。なんかあったその、結婚する当時って。特になかったと思う。手洗いぐらい。手洗いが、まあ人より念入りかなっていうぐらいで、ああ。そんなに何回も何回も洗うっていうのもなかったし。確認は？確認もそこまで、まあ人よりちょっと多いかなぐらいで、許容範囲。許容範囲だったと思う。だったんだね。もう10年も前のことだから。僕自身も記憶が薄れちゃってるけど、まあ、だったから結婚したって感じ。まあ、普通に。そうです。何もそこまで違和感はなかったから、結婚した。した。若かったからね。勢いで。勢いがないと。まあね、ある程度ね。それは、ね、なんか自分の周りもどんどん結婚していくしみたいな。そうね。なくはないよね。まあ、勢いっていうか、こう、ないと結婚ってできないんじゃないかなって。これは全然病気関係ない関係ないけどね。で、そっか、その3年後ぐらいまた脅迫悪くなったのって。転職してからじゃない？あ、わかったわかったわかった。まあ、とにかく結婚まではそんな感じか。だから軽かったんだね、症状が。やっぱ波はあるってことだよね。波はある。出会った時の方が、ぽかった。うん、ひどかった。あれ、一緒に、結婚前って一緒に住んでたっけ？ちょっとだけ。だから3ヶ月ぐらい一緒に住んでたよね。その間も、別に、あんまり洗わない私の方に引っ張られてたんじゃないかな、どうでもよくなっちゃってたんだ。うん、自分だけなんか綺麗にしてもしょうがないみたいな。そうそうそう。不潔恐怖、汚染恐怖って結構そういうとこあるよね。あるんだよね。僕の中では。なるほど。当時まだね、加害恐怖が全くないもんね。ああ、そうだね。なんなら今ね、汚染恐怖全くないけど、全くじゃない。加害恐怖じゃん、どっちかっていうと。その手洗いもさ、トイレの後の手洗いも、どっちかっていうと今、加害恐怖なんだよね。だからその当時、まあ、加害恐怖もあんまりなかった。なかった。加害恐怖はなかったわね。全くなかったと思う。だから波なんだよね。脅迫のね。脅迫の波と、たまたま、付き合うタイミング、結婚するタイミングが、まあ良かったっていう感じか。そうね。そのね、さらに、2年3年前だったら一番多分悪かった時期だから、脅迫が。その時期だったらまた分かんないしね。ちなみに今だったらどうなの？今だったら、今このお互いの状況で、まあ若かったとしてよ。10年若かったとして、僕がこの今の状態。いや、自分で言っといて結構厳しいもんあるなって思うわ。結婚はちょっとできないかもしれないね。付き合ってるぐらいならまだ。まだいいけど、その家族とか考えると、
もしかしたら反対されるかもしれないし。自分の家族に、まあそうなるよね。外に出られないってね。ね、まあ結構やっぱりうん。でかいよね。まあそりゃそうだよな。ということで、いいのかこの終わりで。いいの今の状態だったら結婚できないでいいの？まあけど事実でしょ？そうだね。考えちゃうとは思う。だって結婚する前なら子供もいないしさ。まあそうね。今後の自分の人生考えた時に、加害恐怖で一人では外に出れない人がいたとして、まあ僕ね。結婚できるか。まあ付き合ってたとしてね。まあ好きだけど。結婚っていうと、まあ、考えちゃうよね。考えちゃう。まあ10年前だとしてさ、まあ30ちょっと手前ぐらい、じゃない？まあちょっとっていうか、だいぶ手前か。まあだいぶ手前で、なんて言うんだろうな。まあまだチャンスなくはないよねっていう。もうこいつと結婚無理だなってなったらさ。そうね。まだね、5年、6年あればさ、ってなっちゃうじゃん。見捨てられるわけでもないよね。捨てることもできないのか。付き合ってたらね。それきついね。そうだね。やっぱ直すっきゃないの？そうだから多分治療に全振りするんじゃない？結婚する前にってこと？まあそうだよね。それしか解決策もないもんね。ないんじゃないかな。まあ今より、まあ、ちょっとは良くなって、外に一人で行けたり、まあ仕事は普通に人と喋れたり、やっぱそういう状態まで、まあ、頑張って治療して、まあ、考えるならそこからだよねっていう感じかな。いきなり結婚は無理ですじゃなくて、まあ、治療の方に、まあ、まだ若いからね、全力でやってもらって、それからじゃないかな。まあそうだね。そうだねって。ね。僕が言うのも、あれだけど、ね。難しいよね。これ、うつ病だったらどうなの？うつ病でも、まず治そうよか。と思う。まあそうね。そりゃそうだわな。家族を説得する材料がまた難しいもんね。まあ親はね、やめといたらって絶対言うに決まってるし。知らない人だもんね。子供が苦労すると思ったら自分の子供だってちょっと考えちゃう。苦労が少ないね、人生を選んでほしいって思うのはさ。まあ親心だよね。まあそう考えると、まあ簡単ではないよねっていう感じか。はい、じゃあそんな感じです。はい、ということで、奥さんにもちょっと話を聞いてみまして、まあこんな感じですね。やっぱり結婚前だったらちょっと考えるかなというところですよね。まあそれが、僕も普通かなというふうには思います。まあそりゃそうだよねっていう感じですね。まあ別に僕も隠してたっていうことでもなく、その時期は比較的軽かったっていうことみたいですね。間ね、多分5年ぐらい軽かった時期があって、30中盤ぐらいの時に今までの中で一番大きい脅迫が来て、発症してから10年ぐらいですか。それぐらいで一番大きな波が来て、今に至るっていう感じなので、どこで良くなるかっていうのもわかんないし、その性質を持ち続けていると、またどこで悪くなるのかわからないっていうのが、この脅迫だったりとか、うつ病とかもそうですけれども、あるので、答えはなかなか出ないところではありますけどね。もしよければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。